こんにちは。第1回タンブルウィードチャンピオンシップ第4ラウンド、コマッチン対あたりの解説を行います。今回は先手です。赤を最も影響力の少ない場所、白を最も影響力の大きい場所に置く場合のパターンは3つあります。私はその中でも、比較的序盤が穏やかになる、赤と白を離れた場所に置くこの配置が好きです。スワップせずに受け入れてきましたので、私が赤になります。この初期配置の赤の2手目は、A2、G8、G14 の3箇所が有力です。私は G8 を選びました。白が中央に三角形を作りに来た時に、2スタックで攻撃を仕掛けることができるからです。白はそれを見越し、右側に1スタックを配置し、陣形を整えていきます。次の白の狙いは、F5 に2スタックを作ることと考えました。私は、序盤はある程度攻撃に耐えられる2スタックをひたすら作っていくのが良いと考えています。下側を広く自分の陣地にするため、また J9 の1スタックを狙っていけるように G14 に置きました。白は予想通り F5 に2スタックを作ってきました。G9 に2スタックを配置し、E9 に2スタックを作られるのを防ぎつつ、G9 の1スタックを狙います。序盤のポイントは、相手に影響力の高い場所に2スタックを作らせないこと。逆に自分が影響力の高い場所に2スタックを作ること。2スタックで相手の1スタックを攻めること、だと考えています。M12 は、赤が J12 と置いて J9 を攻撃するのを未然に防ぐ手です。M14 は、2スタックで M12 の1スタックを狙いつつ、後に J11 や K12 で J9 や M12 を取りに行くことも見据えた手です。一列前に配置することで、先ほどのいずれの攻撃も、2スタックで防御することができるようになる手です。ひたすら2スタックで1スタックを攻撃します。K12 は攻撃と同時に J12 に2スタックを作られることも防ぐ手です。O15 は L13 で L12 を狙った時に J 点などで防御可能にするための手です。もし白に2スタックを作られるとしても L15 や J15 となり14列の2スタック2つで抑え込めると判断。この隙に上側に陣地を広げに行きます。B5 と赤の陣地をえぐってきました。J13 に2スタックを作ることを見据えた手です。E8 で B5 から下への視線をカットしつつ、逆に B5 の1スタックを狙った手です。D5 は D7 や F7、D3 や D3 に2スタックを作ることができる、厄介な手です。かなり悩みました。全体を俯瞰してみると、左下は赤ですが、それ以外は白になりそうな形でしたので、陣地の拡大を試みます。次、G5 に2スタックを作ることを考えていましたが、うまく先回りで防御されました。K5 は正直ミスです。J5 の1スタックを攻撃したつもりでした。K6 により、J5 の1スタックは3の力を持ち、2スタックで取ってもすぐに取り返されてしまいます。と同時に、今置いた K5 の1スタックを取る手です。かなり厳しい。5分の長考の後、M7 に決めました。これは M12 の1スタックを狙った手であるため、先手を取れます。続いて D7 などでさらに先手を取りつつ、最終的に J7 で J5 と J9 の両取りを目指した手です。
M13 で守ってきました。予定通り D7 に置きます。D3 で守ってきました。予定通り J7 に置きます。L13 に置いてきました。将棋では両取り逃げるべからずという格言があります。白は両取りを無視し K12 を狙ってきました。強い。J12 は良くない手でした。素直に J9 を取るか K7 に3スタックの壁を作った方が良かったです。K12 を取ってきました。これが G8 を取る手になっていることにこの時は気づきませんでした。そのため J9 を取りました。G8 を取られミスに気づきました。ただまだ影響力では10ポイントリードしているので冷静に立て直します。K5 の1スタックを救う意味も含め J5 を取ります。L6 は K5 の1スタックおよび M7 の両取り、さらに右側を厚くする手です。対応が難しい手です。この時点では右中央から右下の領域はまだ戦えると判断。M7 を守るため M12 を取りましたが相当茨の道です。L8 はニュートラルスタックを狙いつつ右側を厚くし、さらに上側にも利かす手です。J8 でニュートラルスタックを守りつつ右下から右上にも利かせました。G7 はニュートラルスタックと D7 の両取りです。厳しい手が続きます。D7 を守りつつ G6 を狙う手です。苦しいですが耐えます。G3 で G6 を守りつつ右上を厚くする手です。改めてニュートラルスタックを守ります。H6 によってニュートラルスタックは確実に白のものになりました。さらに上側を厚くしつつニュートラルスタックを取った後の J8 を狙う手です。I11 はニュートラルスタックを取られた後 I 列に3スタックを置いて守れるようにするための手です。ついにニュートラルスタックが取られました。ここで大きな勘違い。L 点で J8 が守れると思い込んでいました。大失敗です。白は K11 で L12 を守ってきました。J8 が取られる状態にあることに全く気づかず、I 列を厚くしつつ、上側の戦いに備えます。B4 は I4 の横利きをブロックしつつ D6 を狙う手です。D6 はもう助かりませんが D6 を取られた後 D5 を取って被害を最小限に抑える手です。そしてついに J8 を取られました。ここでようやく J8 が守れていないことに気づきます。J8 は L 点を取る手にもなっているため L9 で守ります。J11 は J 点を狙う手です。右下の白の壁も厚くなってきました。2列の壁は両側から狙われてもそう簡単に崩れません。I9 で I 点を守ります。5スタックは通常なかなか現れない過剰な形ですが、仕方ありません。
白が侵入してきました。J12 を狙う手でもあり、受けが続きます。J12 は K13 などで結局助かりませんが、左下の陣地への侵入をなるべく抑えるため、H12 で守ります。ここで D6 を取ってきました。予定通り B5 を取ります。ほとんど時間が残っておらず、計画していた手はそのまま指します。D6 を取ってきたのは、この F9 で G9 を狙うためでした。厳しい戦いが続きます。E7 と守っても、F8 で結局 G9 は取られることになるので、F10 で一歩壁を後退させます。G9 を取られました。次先手なのでどこに置くかが重要です。G10 で F9 を狙いつつ、これ以上左下に侵入されないように壁を作りました。H13 で左下に侵入されつつ、H12 を狙う手です。H12 を守るため、F12 を取りました。D9 は D7 を狙う手です。左下がどんどん侵入されていく。D7 を諦め、H13 を狙いつつ、将来 K13 に2スタックの壁を作れるように I13 としました。D7 を取ってきました。この手は B5 と E8 の両取りの手です。B5 は諦めて F9 を取ります。E4 は上側を厚くしつつ E8 を狙う手です。どんどん戦線交代させられます。侵入の波状攻撃に参ってしまい H13 を取りました。ここは K13 などで予定通り壁を作った方が良かったかもです。F2 で上側に壁を作られました。次 F1 で G2 も助かりません。F1 は F2 を取る先手になるので、白が守っている間に H1 と CH3 に白2スタックを置かれるのを防ぎ、右上用の陣地を確保することを見据えています。E2 で守ってきました。ここは H1 が正解ですが、時間に追われ J3 としてしまいました。J3 でも H3 に白2スタックは作れないですが、F1 を狙われた時に守れず、壁が崩れます。K5 を取ってきました。少しでも右上の陣地を残すため、J4 とします。J7 が取られ、右側の陣地がかなり狭くなってきました。N7 としましたが、ここは O9 とし、M7 が取られた後で M9 と守れるようにした方が良かったかもです。M7 が取られました。M12 を取られると、ほぼ右側を掌握されます。受けが難しい。そして、受けを放棄、右側、諦めました。左側をなるべく残しながら勝てる方法を探ります。右下の壁が押し寄せてきました。いろいろ対応が後手後手になってしまっています。壁を一列下げます。J12 を取られました。I11 を取る手にもなっているので、G9 を取って守ります。M12 を取られ、右側はほぼ崩壊です。
左の陣地を少しでも広げることを考え、C1 としました。E1 で F1 を取りに来ました。右上の陣地を少しでも守るために G1 としました。ここは全く気づいていませんでしたが、C2 に3スタックを作るのが良さそうでした。E4 を狙いつつ、次に B2 で右上も生き残れるからです。C5 で C2 の筋は消えました。C6 で B5 を守ります。E8 を取ってきました。D9 でこれ以上壁を削られないようにします。K 点は L 点と J 点の両取りの手です。どちらももう助かりません。右中央は諦め、F1 を2スタックにし、右上を生かします。白は右下も掌握にかかります。ここまで来ると、もう勝てません。I5 は J5 を守る手です。2手稼いでいる間に L5 から K5 を取れば、右上の 3×5 マスが自分の陣地です。A3 から左を攻めてきました。先に A4 に2スタックを置かれると B5 まで取られてしまいます。ただ、もう1マスの攻防をしていても勝てないので N9 から右側に最後の攻撃です。白も右側を削ってきます。そして L5、時間がないこともあって、指し手に一貫性がありません。N8 で N9 を取りに来ます。K5 を取ります。N11 で守る力はもう残っていませんでした。N9 を取られました。ここからは陣形の整理になりますので、流します。序盤はかなり有利に進めていたと思いますが、終盤で力負けした試合でした。見落としもいくつかあり、今一度、一手一手きちんと確認していく必要があると感じた試合でした。ここまでご視聴ありがとうございました。